ビックさんです。ヨニャンです。大のじゃよろしくーす。お願いします。今日は、初めてのベビーメタルの人たちにおすすめしたい3曲3曲紹介したいなと思っております。はい。で僕はちょっと楽曲でちょっとおすすめしたのは、今から聴いてほしいやつなんですけど、1曲「暁」っていう、はい。これね「紅の月」と書くんですけど、うんうんその名の通り x ジャパンの「紅」のちょっとパロディーぐらいはあ、なるほど。ファーストかな。いやこれめちゃくちゃ曲がいいですよ。めちゃくちゃかっこいいです。はいはいはこれって要はノベルティで作ったもの。いやこれね、うんシングルのカップリングっす。い。カップリングなんだ。はい。でもライブではすごく大事な曲になってるというかうん。 「紅だ」でなんか「暁だ」っていういいですね。こう入り口の入り方、うんうんでもこれはとにかくめちゃくちゃ曲がかっこよくて、うんでリフもやっぱりその x ジャパンとかの感じのはい雰囲気、はいはい。J-POP 的なメタルというそうだか、よね。これねしびれました1。曲目としては入りやすいのかもしれないね。こういうのあとがやっぱボーカルの技術すごいよね。ライブでこの広い会場でこれすごいな。これがやっぱり僕一曲おすすめですね。なるほど。ででもう一つがさっき言ったいわゆるメタルのはい。持ってる物語性、うんこうビクトリーに向かっていはいくっていうことで言うと、最高峰作品「ロード・オブ・レジスタンス」あこれっすかね。そうなんですよ。やっぱ「ロード・オブ・レジスタンス」っていうタイトルね。だから抵抗の道というか、だからまあおっしゃる通りやっぱりそれはアイドルとしてメタルをやるっていうことに対して「何アイドルが?」みたいなことを言われる偏見であったり、そことずっと実は戦い続けた。だからこそ自分たちのサウンドにはしっかりと目を行き届かせて誠実に作り続けた。そして出来上がったものっていうのは誰も取ったことない道なわけ。このことによってメタルの道がまた広がったわけよ。この曲が象徴ですよ。それはやっぱり抵抗なんですよ。ありえなかったものを作ったわけだから。でもそうやって音楽ジャンルってだけじゃないよ。全てのカルチャーとかジャンルとかっていうのが更新されるんじゃん。だからもう言ってみたら、マジカルラブリーの歌でですよ。ロード・オブ・レジスタンスですよ。確かにあいつらもそうだね。ロード・オブ・レジスタンスしてるのかもしれないな。確かに。いやそれはそうですだよね。もうだって動きだけでっていう一つのジャンルを作ったんだから、それはもう勝っていろんな芸人さんがいっぱいこうやって積み重ねて、いろんな果てにああいうものになってきたりもしてるわけじゃない。いい悪いじゃなくてそうやってものの一つの道を作ったっていう、考えたベビーメタルっていうのはおそらくそこの位置に選ばれちゃった人だよ。選ばれちゃったがためにまたこのメタルを復権させ、で彼女たちを入り口にいろんなヘビーメタルを聴く、メタルの歴史を追いかける人たちが世界中にいっぱいいるんだよ。こんなすごいことなくない？ないそれは誰だってその役割を担う人っていうのは必ず、そう押さえつけようとするものがあるんです。同調圧力的に。絶対それはありますね。絶対どのジャンルにもいるんです。絶対ある。さっき言った落語にもあるわな。ある。漫才にもそれもあった。多分ジャズとかにもあるだろう。ある。お笑いにもあるんだろう。だけどやはりそこを折り合いをつけながら、やがて結果を出しながら、多くの支持者と共にその道を作ってきた。ロード・オブ・レジスタンス。自分が持った10代の時に持ってたロックへの憧れとかパンクロックへのもうシンパシーみたいなものがやっぱこの曲に詰まっとるんだと。その上でのこのシンガロング、ロード・オブ・レジスタンス、ファンのみんなと一緒に作ってきた道なわけで、ファンと一緒に行く道っていうわけか。これが俺はねしびれますな。素晴らしい。これ2曲目です。まだで3曲目、僕らも DJ の中でもよくかける、BPM すごく速い、パパイヤのことですね。タイのラッパー、F ヒロさんと一緒のフィーチャリングなんですけど、これいいよな。これがなぜ僕が衝撃を受けたかっていうと、言ってみたらジャンルで言ったらそれまでかたくなに守ってたいわゆるメタルマナーみたいなものをもうそのね、鎖から解かれてるんですよ。この曲が入ってるアルバムでしょ。全体的にそういう匂いなんだよね。全体的に面白言いいんだよ。方悪い言い方したら、全部メタルじゃねえじゃんって、ダンスミュージックじゃんっていうところもあんのよ。でもなんやろ、ちょっと EDM みたいな感じのね雰囲気もあったりして、要は何が言いたいってヘビーメタルを更新してる存在になっちゃったんですよ。これ大事なんですよ。彼女たちって僕らと一緒に共演してた時っていうのは
ちゃんとヘビーメタルのマナーに基づいてやってたからこそ、はいヘビーメタルのファンを説得してる、はいはいはい今やヘビーメタルの可能性を広げる人になったわけ、これなのよ、そこ先駆者みたいになってる。いや俺はパパや聞いた時の衝撃たるよかっこいいよね。あともう一つ自分たちが思ってるやっぱ x ジャパンと並んで、いわゆるメタル的なものを J−POP にしっかり押し込めたグループとしてビーズっていうグループがいる。その松本さんってやってる曲も、もうまさにだ、あれどんな曲になるんやろ、ちょっとメタルっぽい曲なんかなと思ったら、もうねバリバリ J−POP でしたね。なんだったら俺パパやとその曲連続でかけたいぐらい。なるほど。ダダダンス。ダダダンスかっこいいな。だからちょっとこうユーロビートっぽさみたいなのもあるし、ユーロビートフーってそう入るやつね。てててててそうてジュリアナ感てジュリアナ感とちょっとある。ヘビーメタルじゃないと思うんですよ。だけどこれが面白い。今ベビーメタルがやったらヘビーメタルになるんだよね。た時にメタルの可能性が広がっちゃった。面白いなこれ。パパヤに関してもそうだよね。音圧の強さとかさ。そう面白いこれ。俺はなんかそこにすごくね、あまたベビーメタルの役割ってちょっと変わってきたのかなっていう。でこれがやっぱ世界の人たちをこうね、踊らせ。ほら海外で言ったらさスクリレックスがさ、確かもともとメタルかなんか結構そっち系のバンドマンなんだよね。そうだそうだ。そこからダンス畑に、ダンサー畑結構そうだ BPM とかもあって、そうだそっち行ってで強烈なリフがね何回もこうやってでそのベビーメタルはそこにこう入り口こうなるほどなるほど。こうつながっていくっていうかさ、そうだよね。世界規模のすごい今瞬間だよね。これ面白いなと思うわ。すごいよね。メタルを古典的にオーセンティックなものをちゃんとやり続けた結果、今新しいメタル像を自分たちで生み出してるってことだからさ、最新型というかこんなことができるんやな。でもこれって実はさっき言ったビーズであったりとか x ジャパンもやってきたことなのかなと思った時に、それを世界規模でやってるってことにすごい俺はめちゃくちゃ希望を感じるというかね。ちょっとグッときますよね。だからもう道ができちゃってるんですよ。でベイビーメタルの後におそらくベイビーメタルがやってたからじゃあこういうアプローチもできるって言ってよりまたこの音楽のね混ざり具合がね生まれるんだろうな。で今見てもかっこいいし神々しいし、でもやっぱまだ可愛いね。可愛い可愛さがちゃんとあるんだよね。だから昔さ大津さんがフィンランドにエアギターに行った時にさ、めっちゃ街中でそのラルク・アンシェル知ってるとかそうあったでそういう、X 知ってるとかって言われたっていうのは、ヨーロッパ圏ってやっぱヘビーメタルがポップミュージックぐらいものすごくそれはチャートの中に入ってるんだけど、やっぱりそれって男性のマッチョな人のもんだったんだって、メタルがちょっとねまた違うとそうするとライブとかやったらもう一番前に男たちがもう群がってるから女性が前で見れない、で女性は自分たちもメタル聴きたいけど、自分たちのメタルをすげされた時に東洋の国に化粧して細くてちょっと中性的で細くてみたいな、でサウンドがそういうみたいなやつでなんか好きになったみたいなこと聞いたことあって、そう確かにで一時期ヨーロッパってねものすごいだから2000年代の、中盤とかの時ってすごいヨーロッパでからも日本の V ロックってすごい流行ってるのあったよね。ヨーロッパツアーやってたもんね。だからやっぱなんかそういうことで言うとベビーメタルだとこれ俺たち入ってもいいなみたいになった時に、入り口として好きになる人って超いるんじゃないかな。多いと思うよ確かに。しかもダンスのパフォーマンスもあるし、見てて楽しいし音楽で乗りまくっても楽しいしウォール・オブ・デスしてもかっこいい楽しいし。ウォール・オブ・デスやばいねあれ。今いいのかな本当ああいうことできる日本人のバンドって。でも日本のバンドって要はフェスとか見てるとウォール・オブ・デスっていう一つの様式美みたいなものをこうじゃなきゃいけないではなくて今非常に広い範囲でこうやって楽しむ。シムなんかもそうじゃん。そうだね。みんなちょっとスポーツにさちょっとじゃあみんな広がってみたいな、じゃあ一気にいたらわーってなるよみたいな感じにしたりとか、その自然発生的にできたものがゲーム性を持ってやってるところとかっていうのもすごいそれもなんか面白いよね。
だから俺はなんかこの先やっぱりその見たことない景色をやっぱ世界のフェスでやっぱヘビーメタル見せてほしいし、今回紅白歌合戦で何やろこれみたいな思った人とか、もしくは昔メタル聴いてた人が、あれこんなんなってんの今って、こんなんなってんのみたいな、知らなかったよこれってだから俺そのあれもあったから、要はものすごいメタルに生き触れてるロード・オブ・レジスタントではなく、かといって斬新なパパヤじゃなく、やっぱりいじめダメ絶対にしたのはそういうことだと思うんですよ。なるほど。やっぱりそっか、メタルのちゃんとサウンドで、ただ曲はその少しちょっとノベルティ感があって、かつポップで可愛らしくてっていう、お茶の間に届けるっていうことでね。メタルがずっと大事にしてたもの、まず本質的なものをまず食べてもらって、その後ロード・オブ・レジスタンスとかもうその味にハマった人たちが聴いてもらえたらいいんじゃないかなと僕は思いますね。素晴らしい。誇りですよ。一緒にあの時にだってやっぱ楽屋でスーメタルじゃもう本当に言葉を何個とかしか交わしてないけど、やっぱメタルの話とかってしてもやっぱそんなね知らなかった。知らなかった。何とか好きなのみたいなことを言ってたら普通に J-POP だったような気がする。あの時本当にアイドルが好きとか J-POP が好きとかだったけど、だからそのあの時はだからいい意味である種のその企画に乗って歌わされてたってわけじゃないけど、そういうふわふわしたものを自分の中でこうやってたような気がする。だけどやっぱり見るごとに大きなステージでやってる彼女を見るごとになんやろね、自覚やないけど、なんかねあの当時もそうかもしれないけど、器としてなんかねちゃんとねメタルゴッドが憑依したしてるっていう感じがねすんのよ。だから目つきとかすごいかっこいいじゃないあれ。いわゆるもうプレイヤーとして本当もう歌舞伎役者じゃないけども憑依して入ってやってるから説得力もそれだけあるし、やっぱ人としてすごいなと思う。プレイヤーとして 100% 生きれるけど俺絶対敬語だよ。あったら敬語神々しい。確かにスーメタルさんってスーメタルさん俺ら倍以上生きてんのにさ関係ないですよ、年齢なんて。神々しいんですから。神々しいから写真撮ってもいいですかね。覚えてますか、あの時の大の字です。どんだけ俺らみそぼらしくなって。いやそりゃそうよ。まあでも確かにそうだ、お前なんて釣り合わないからね。シャラクセギター弾くまねとかで近寄ろうとしてる。ギターのことをシャラクセギター弾くまねで近寄ろうと思ってるだろ。シャラクセからな。いつでもやりますよ。いやいや迷惑だよお前がやったら。そうだ。だからやっぱそこはね楽しみですね。でなんか多くのこの先さ、ヘビメタルからメタルの歴史であったりとか、ヘビーロックとかどんどんハマっていく人たちがめっちゃ増えるとめちゃくちゃいいね。そっからどんどんいろんなチャートにねメタルラウドロックが入ってくるっていう世の中になったらまた楽しくなるな。なんだっけ、どこの営業だっけな、熊本だ。熊本ですごい中年のおじさんがさ、話しかけてきて営業でステージ終わったら、そしたらその人がさサインしてくれって言われる。そのベビーメタルのベビーメタルのさなんで昔共演したから間接的なサインだっつって。いや違うでしょ、めちゃめちゃ好きなんだ。ベビーメタルで初めて音楽にハマったって言ったらね、人生で初めてハマった。そうだって世界ツアーのどっかに行くって言ってたもんね、あの人。世界に追いかけてるおじさんがいた熊本で。その人がまあなんか調べたら昔俺たちと一回共演してたからちょっとでも関連性があるからサイン欲しいっつって。ベビーメーターのグッズがめっちゃ見させられて。そうってなったもん。でもそういう音楽とかポップミュージック聴いてない人にとってもすごいそれになるんだなっていう。そうだね、人をこうやって突き動かしてんだもん。あれをすごい俺らは覚えてるよ、めちゃくちゃ。元気にしてますか。この動画も見てんじゃないですか。はい、熊本行った際はまたよろしくお願いします。はい、今回ベビーメタルを勉強しました。ベビーメタル最高。チャンネル登録しとくれ。